暴露された裏設定。作品内に散りばめられた制作陣の思い、シードデスティニー編6000。ネタ解説。機動戦士ガンダムシードは、21世紀のファーストガンダムを目指して作られた作品です。そのため、機動戦士ガンダムで見られる要素が随所に散りばめられました。そして、続編の機動戦士ガンダムシードデスティニーでは、第1話からザクが登場するなど、同じく原点回帰が見受けられます。そんなガンダムシードデスティニーでは、ザクの他にもどこかで見たことがあるようなモビルスーツが出てきたり、どこかで聞いたことがあるような名前が出てきたりします。今回は、そんなガンダム作品に盛り込まれた、制作陣のお遊びの中でも、機動戦士ガンダムシードデスティニーに盛り込まれている小ネタ6選をご紹介させていただきます。1、パロディをどこまでやるのか。第1話からザクオーリアが登場するガンダムシードデスティニーですが、その他にも機動戦士ガンダムに登場するモビルスーツが見られます。その一つがグフユナイテッドでした。機動戦士ガンダムに登場するジオン軍のモビルスーツといえば、ザク、グフ、ドム、そして水陸両用モビルスーツとしてゴッグ、ズゴック、アッガイ。終盤の宇宙での戦いでは、ゲルググやジオングが登場します。制作陣の話では、もともとはザクしか登場させない予定だったそうですが、グフの出演が決まったことから、グフが出るならドムまでがワンセットという概念があったため、ドムまで出そうという話になったそうです。こうしてドムトルーパーが登場し、ジェットストリームアタックを仕掛けることになりました。また、パロディをどこまでやるのか悩んでいた制作陣の雰囲気が一気に切り替わったタイミングがありました。それが、ザクとは違うんだよ、ザクとはという西川貴教氏によるかの有名なランバラルのセリフ、ザクとは違うのだよ、ザクとはのパロディでした。こうしてセリフでパロディが入っているのなら、作画も遊んでいいのかなという雰囲気が広がることになります。そのため、他にストライクフリーダム初出撃シーンでは、機動戦士ガンダムのコンスコンの全滅、12機のリックドムが全滅、3分も経たずにかというセリフをオマージュして、わずか2分で25機のザクとグフが全滅だというシーンも生まれましたが、同時に作画面でもファーストガンダムを意識した映像が多々現れるようになったそうです。2、ドムトルーパーとそのパイロットたち。物語後半では、全ての戦争の元凶とされるロゴスのロードジブリールをオーブがかくまっているという情報を入手したザフト軍がオーブを攻撃します。カガリエラース派は暁に登場し、オーブを救うために奮戦するも、デスティニーの前には太刀打ちできず、危うく撃墜されるところでしたが、ストライクフリーダムがこの窮地を救いました。この時、もう一つの降下ポッドが降りてきましたが、その中から現れたのが3機のドムトルーパー。3機はジェットストリームアタックを仕掛け、戦いを繰り広げていくのでした。そんなドムトルーパーの号機は、ヒルダハーテン登場機が003、ヘルベルト・フォン・ラインハルトが004、マーズ・シメオン登場機が009とされているのですが、この号機が003、004、009とされているのは、00ナンバーサイボーグから取ったものということが、福田監督の口から明かされています。ちなみに、具体的な共通点は明かされていないのですが、サイボーグ009は、年代によって複数の絵柄が存在するので、参考に映画009リ・サイボーグのイラストを並べて比較してみると、003はフランソワーズ・アルヌール、ヒルダとは女性という点が共通点でしょうか。004はアルベルト・ハインリヒ、ヘルベルトと似ているのは顎の形でしょうか。009は島村ジョー、マーズとの共通点は前髪の雰囲気でしょうか。なんとなくわかるようなわからないような気がします。では各パイロットは一体誰をモチーフにしたのでしょうか。マーズに関してははっきりしたことは明かされていませんが、ヘルベルトについては機構戦機ドラグナーの敵キャラナナンのオマージュとされています。なおヘルベルトが口に加えているのはまさかの釘とされており、体内の鉄分不足を補うためという不思議な設定も存在します。ヒルダは機動戦士ガンダムのマチルダージャンに眼帯をつけたキャラとして描かれました。またブルーレイボックス4の特典映像の暴露話では、同性愛者という設定が明かされており、ラクスのことが好きだからか、最終話でキラとラクスが抱き合うシーンでは
少し不満げな表情をする様子が見られます。ちなみにそんなドムトルーパーのパイロット3人のパイロットスーツにはあえて角が付けられたことも明かされており、黒い3連星のパイロットスーツとの共通点が見られるものになりました。3. ユーナロマセイラン。ガンダムシードデスティニーにはユーナロマセイランというキャラが登場します。ユーナはオーブの中でもいわゆる最高権限を持つ5大氏族の一つセイラン家の跡取りであり、劇中ではオーブは中立を維持すべきというカガリの主張に対して地球連合内の大西洋連邦に協力する姿勢を取るべきと判断を下します。かつてオーブを救ったこともあるザフト軍のミネルヴァに敵対し、オーブを侵略した地球連合に協力することに不満を覚えるオーブ軍人が多い中、感情を抜いた政治的判断で物事を進めようとするキャラとして描かれました。カガリと結婚しようとするも、結婚式に乱入するフリーダムに妨害されたり、戦争の元凶ロゴスのロード・ジブリールをかくまい、オーブに戻ったカガリから国家反逆罪で逮捕、拘束されて殴り倒された後、落下するグフ・イグナイテッドの下敷きとなり死亡しました。そんなユーナは髪の色がガルマザビのオマージュということが明かされています。ブルーレイ特典オーディオコメンタリーの話ではあくまで髪の色にしか言及されていませんが、お坊ちゃま的な雰囲気がどことなくガルマに似たものを感じさせるキャラクターを意識して描かれたのかもしれません。4. 天城とくれば蘇我しかない。オーブ出張連合国の軍人には渋いキャラクターたちが多数登場します。前大戦でフリーダムとサンバカとの激戦の中、家族を失ったシン・アスカは戸高一茶によって保護されました。そんな戸高は大西洋連邦に協力しようとするオーブに憂いを感じていたので、フリーダムがカガリをさらった際には敬礼して見送るほどでした。そんな戸高はクレタ沖で大西洋連邦に協力の姿勢を見せなければならないことからザフト軍のミネルヴァと戦うことになりますが、ソードインパルスの攻撃で撃沈されます。この時乗艦していた空母竹三和地には副艦の天城がいました。天城は戸高と沈みゆく運命を共にしようとしていましたが、戸高から諭され他の将兵と共にアークエンジェルに行くことになりました。こうして天城はアークエンジェルの CIC 指揮官の任に就くことになりました。その後ユーナがジブリールをかくまったことでザフトからオーブが攻撃される中、カガリは暁に登場しユーナの逮捕命令を出すと、すぐさま将兵がユーナを殴り取り押さえました。この時左ストレートでユーナを殴った人物が蘇我となります。蘇我はその後大抜擢を受けてメサイア攻防戦では宇宙巡洋艦草薙の艦長になり、さらに天城が草薙の副操縦士兼 CIC 管制官を務めて終戦へ向けて貢献しました。そんな天城と蘇我という名前はウルトラセブンに登場するウルトラ警備隊の天城と蘇我から取ったことが明かされています。ウルトラセブンの天城と蘇我はウルトラセブンを助けることに一役買ったキャラクターなので、もしかすると立ち位置も多少意識されているのかもしれません。5. 池谷、豪雨、西沢。同じくオーブ軍人には池谷、豪雨、西沢という3人が登場します。この3人はもともと戸高や天城と同じ空母竹三和地に所属する村雨のパイロットでしたが、天城と共にアークエンジェルに移乗してからはデストロイとフリーダムの戦いの際に息の合った連携攻撃でカオスを大破させ、墜落するところに追い打ちをかけて撃墜に成功したという輝かしい戦績を持ちます。その後は目立った活躍はありませんが、暁を援護したりメサイア攻防戦でも終戦まで活躍しているようです。そんな池谷、豪雨、西沢の3人ですが、この名前は機動戦士ガンダムシードデスティニーのスタッフの名前がそのまま用いられており、さらに見た目も似た外見で描かれたことが明かされています。ちなみに各エンディングを見直してみたところ、池谷氏と西沢氏の名前は見つかりましたが、豪雨だけは見当たらなかったので、もしかすると何か別の関係者の方なのかもしれません。6. オープニングで裸のキャラが多い理由。機動戦士ガンダムシードデスティニーのオープニングは4種類。厳密には4番目のオープニングは戦闘シーンが描き直されたものも含めると5種類が存在しますが、3番目のオープニングから各キャラクターの裸が多く描かれるようになりました。特に4番目のオープニングを見てみると、マリュウ、ラクスとキラ、下着姿のカガリ、アスラン、そして再びマリュウ、ムー、レイ、
ステラ、ラクス、キラ、そして戦闘シーンを挟んで再びラクスとキラ、シンとルナマリア、タリア、シン、このようにたくさんの人物の裸が登場します。これは登場人物の心を表すという意味でこのように描かれたことが明かされています。確かに各オープニングのキャラを見比べてみると、マリュウやムー、タリア、レイなど後半にかけて心情が描かれているキャラほど4番目のオープニングでは裸で表現されているようになっています。カガリは最終的にアスランを忘れオーブのために尽くすという別れを選んでいることから裸ではなく下着姿になっているのかもしれません。ちなみにデュランダル議長だけは裸のシーンが描かれていないのですが、これは最後まで本当の心の内を明かさないキャラという意図が込められているそうです。ぜひ興味のある方は各オープニングを見比べてみてはいかがでしょうか。制作意図が非常に面白く感じると思います。以上、作品内に散りばめられた制作陣の思いシードデスティニー編6選を挙げさせていただきました。パッと見ただけでは気づけない面白い裏設定、他にも様々なものがあると思いますが、ぜひ皆様の好きな裏設定コメントで教えていただけたら嬉しいです。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。